臨時ボーナスということで誰も予期しないタイミングで約2億円の特別手当を支給し舞い上がったトレーナーに購買で育成グッズを買わせ最終的に借金付けにして人権を差し押さえるトレセン学園。手綱、守備はどうだ？はい、滞りなく。トレーナーの行動など思いのままよ。彼らは私の手のひらの上で踊らされる運命なのだ。見事な采配です理事長。これで学園の財政も潤います。そうだろう。臨時ボーナスとして誰も予期しないタイミングで特別手当を支給しトレーナーの心をつかむ。舞い上がったトレーナーたちはその金で購買にて販売中の育成グッズを購入する。彼らからすればそのお金は臨時ボーナス。もともと存在しなかったお金ですから惜しみなく担当場のために使い込めますからね。その通りだ。斧が命よりも担当のことを優先するトレセン学園のトレーナーなら必然の行為と言えるだろうな。手元に2億円のお金があって馬娘の体力を回復させる不思議な薬が購買で販売されていたら誰でも買いますよ。むしろここで買わなければ本当に担当を育成する気があるのかと問い詰めたいくらいだ。私もそう思います。まあ購入数に応じてちょっとだけお値段が上がりますが。でも懐が温かいトレーナーさんたちは迷うことなく買い込んでくださいました。それくらい豪気でなければ中央のトレーナーは務まらん。それも理事長の理念の賜物ですね。しかし手綱もあるよのう。ちょっとだけ値上げした商品をためらいもなく売りさばくそのトレセン魂はこの私ですら良心が咎めるぞ。また理事長、ご冗談を。知ってるんですよ。2億円所持していたのになぜか破産した複数のトレーナーさんに理事長があくまで善意でお金を貸していること。私が販売した商品の値段を確認せずに購入しスカンピンになったトレーナーさんは言ってみれば自業自得ですが、そんなトレーナーさんたちにあくまで善意でお金を貸すことでトレセンから逃げられないようにするなんて理事長も悪いお人ですね。おい手綱、人聞きの悪いことを言うな。馬娘レースの未来を思ってのことだ。優秀な人材の流出を阻止しようとかそんな意図はないからな。ではそういうことにしておきましょうか。俺はもうおしまいだ。トレーナーさん。ダイヤ。どうしたんですか？顔色が優れないようですが。いや、もしかして体調が悪いんですか？それなら保健室まで付き添いますので私の胸に飛び込んできてください。トレーナーさん。保健室に行っても治らないんだ。どういうことです？何があったんですか？実は、お金がどうしたんですか？教えてください。全部なくなったんだ。破産だよ。そんな。それどころか膨大な借金を背負わされてね。俺が支払うのを拒否したら問答無用で俺の人権は剥奪されるんだ。聞かせてください。トレーナーさんに何があったのかを。笑ってくれ。2億。はい、間違いなく2億円です。どうしてこんな金額を急に？臨時ボーナスですよ。皆さんの日頃の働きに対する正当な報酬ですので遠慮はいりません。もちろんトレーナーさんごとに多少の差はありますけどね。それはまあそうでしょうけど。すごい。こんな大金初めて見ました。だって2億円だなんて宝くじにでも当たらないと拝めないじゃないですか。スケトレのやつはお船で当てるとか言ってますけどさすがに現実味がないですからね。まあ細かいことはいいじゃないですか。ぜひこの臨時ボーナスを有意義に使ってほしいと理事長からの伝言です。そうですか。理事長が。どうしよう。2億円あれば今まで手が出せなかったトレーニング器具も買えるよな。トレーニング器具もいいんですが。この臨時ボーナスに合わせて購買でも限定販売を始めました。へえ、そうなんですね。お時間あるならラインナップをご覧になりますか？私のタブレット経由でそのままお買い物もできますよ。じゃあちょっとだけ。気になる商品があったら教えてくださいね。はい。これは。早速気になる商品でもありましたか？すごいじゃないですか。SSR サポートカード確定チケットまであるなんて。せっかくの機会ですから頑張って仕入れてみました。これがあればダイヤのトレーニングももう一段階高いレベルで行える。そうすれば俺の相葉がプインクルシリーズを制し最強の称号を得ることも夢じゃない。ちなみにお値段は500万円です。500万円。安いですね。よし、買います。
ふふふ、さすが大富豪は言うことが違いますね。いやー、生きているうちにこんなセリフを言えるなんて自分でも思っていませんでしたよ。ちなみにもう1枚までご用意できます。買います。ただ2枚目はお値段が倍になるんですが。それでも1000万円ですよね。買います。ありがとうございます。SSR サポートカード確定チケットもいいんですが私のおすすめはこちらのタフネス30と人参ゼリーミニです。こちらもご一緒にいかがですか？ちなみにお値段はいくらなんです？ 2万円ですね。2万円。どうしました？さっき合計1500万円のチケットは迷うことなく限界までポンポンお買い物されてましたよね。まあ、あれは貴重なものですし、限界といっても2枚ですし。ですがトレーナーさん、やはり日頃のトレーニングに大事なのはこういう消耗品ですよ。それもわかるんですが。さすがに2万円はな。ふふふ。手綱さん。下手ですねトレーナーさん。なんです。下手っぴだと言っているんですよ。欲望の解放のさせ方が下手だと。どういう意味ですか？中央のトレーナーさんは心の奥底に自分の相場に最強の称号を与えたいという欲望があります。しかしそれに立ちはだかるのはお金の問題。そりゃお金は有限ですからね。ですが今のトレーナーさんの懐にはどれだけのお金があるんですか？10万 ?100 万違うでしょう？億単位のお金があるんです。今のトレーナーさんは搾取される持たざるものではないんです。モテるものとなった今はモテるものとしての育成指導が可能になったんです。トレーナーさんはさっき言ってましたよね。もう一段階高いレベルのトレーニングを行うことができると。はい。お金はリソースなんです。里のダイヤモンドさんを最強という終点に導く特急券。せっかくの特急券を持っているんですよ。使わないなどありえません。でも、なんです。もしかしたら今後急な出費があるかもしれませんし。そのもしかしたらはいつですか？いつ訪れるかもわからないもしを恐れ使うべきタイミングでリソースを切らない。これは愚かの極み。愚の骨頂。ダメ。典型的ダメなトレーナー。いいですか？今のトレーナーさんはモテるものなんですよ。モテるものが怖がってどうするんですか？持たざる者には選択肢がありません。モテる者にだけ選択する権利があるんです。それこそが行動の責任。すなわちモテる者の宿命なんです。宿命？そう。トレーナーさんが抱えているそのお金はただの数字ではありません。選択肢の塊です。どう使うかが問われています。行動しないモテる者は持たざる者以下ですよ。里のダイヤモンドさんを最強にしたいのでしょう？違いますか？それはもちろんです。その言葉を夢で終わらせるのか、行動を起こし現実に変えるのか。決めるのはトレーナーさんですよ。でも精一杯努力すればそこまで高価なアイテムまで買わなくても勝てるかも。努力は誰でもするんです。故に勝負を決めるのは努力ではありません。勝利をつかむ者とは一瞬の勝機を逃さない決断できるもの。2億のお金。この額は偶然ではありません。試されているんです。行動する側になるか、傍観する側で終わるかを。もし今トレーナーさんがここで決断しなければそれは自分の成功を先送りにしたのと同じ。未来で笑うのは今日動いた人間だけですよ。俺は。言ってください。買うと。自分の未来に、今かけるんです。トレーナーさん。買います。あるだけ。ありがとうございます。さすがトレーナーさんですね。その言葉こそモテる者の覚悟ですよ。トレーナーさんは今この瞬間から一人の消費者から決断者に進化したんです。これで、良かったんだろうか。これが一部始終だよ。なるほど。でもタフネス30も人参ゼリーミニも2万円なんですよね。2億円のお金があればとても破産するようには思えませんが。俺ははめられたんだ。はめるのはトレーナー定期。つまりどういうことなんです？その後トレーナー室に届いたんだ。見たこともない量のタフネス30と人参ゼリーミニが。一緒に金銭借用書も。金銭借用書？最初はただの明細書だと思ったんだ。でもよく読むとこう書かれてた。
足りない分は学園より善意の貸付として処理しました。どういうことですか？それは。値段が上がってたんだよ。100個目までは2万円。200個目までは4万円。300個目までは40万円。400個目までは400万円。まるで地獄の階段さ。そんな。俺の財産も給料も何もかも全部トレセンの管理下になったのさ。退職しようものなら問答無用で俺の人権は剥奪されてしまうんだ。ひどい。ははは、笑ってくれ。その借金は私が立て替えます。ダイヤ？私は里のグループの娘です。お金はあります。トレーナーさんのそんな悲しい顔私は見たくないんです。だから決めました。私がトレーナーさんを身請けします。ダイヤ？いきなり何を言い出すんだ。冗談を言っちゃいけないよ。トレーナーさん。ぐわー。冗談で億単位の借金を引き受けたりするもんですか？確かにそうかもしれないけど。しかしダイヤ、そんな大金を立て替えてもらっても俺には返しきれないよ。借金の返済なんて不要です。身請けするんですから。でも、トレーナーさんがまた笑ってくれればそれだけで十分です。ダイヤ、それなら俺はこれからどうすればいいんだ？簡単ですよ。これからの人生というレースを私のために走ってください。そうか。わかったよ。ではトレーナーさん、理事長室まで行って事の顛末を伝えてもらえませんか？私はお金を用意して後から向かいますので。よし、わかったよ。はい、では後ほど。トレーナーさんと一緒に過ごす人生がたったの数億だなんて安いものです。これもしかしてダイヤちゃんも一枚噛んでるんじゃ。さすがにそれはないと思いたいが。いいだろ？里のだぜ。俺もダイヤちゃんに一生飼育されたいんですが。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。